爆走兄弟レッツエンド号の第1話で、最も熱いシーンといえば、マグナムとソニックが力を合わせてゴールに向かうシーン。現実でやったらどうなるんだろう。というわけでこちらの2台で再現してみる。10年以上前に使っていたマシンなので細かい傷が多い。モーターはトルクチューンとレブチューンだけど、他はノーマル状態。アニメではマグナムの右側が色々と壊れているけど、ボディやシャーシを故意に割ってしまうのは気が引けるので、とりあえずタイヤとホイールだけ外すことにした。そしてシンプルに支え合うように置いてみたけど、うまく安定しないので、連結パーツを 3D プリンターで製作。きっと彼らも何らかの方法で連結していたに違いない。それとシャフトに抜け止めを装着。きっと彼らも何らかの方法で抜け止めしていた。連結。アニメではソニックが前になるようにずらしてあったけど、今回は平等に配置。ちなみにコースの壁をまたげるように緻密な計算をして、連結の角度は90度にした。早速ジャパンカップジュニアサーキットで走らせてみよう。マグナムスイッチオン。ソニックスイッチオン。ゴー。おお。あれま。勢い余ってひっくり返ってしまった。ここは単純にモーターをノーマルに変えてみよう。改めて同じコースで走らせてみる。同時にスイッチオン。ゴー。おお。なかなか良い感じに走れて、止まった。レーンチェンジ部分に突っかかってしまったようだ。立体交差で引っかかるのはもちろん、バンパーが路面に当たったり、左右のマシンの速さが違うと安定しない、などの問題があるみたい。まあ左右で速度差があれば直進しないので安定。ラジコンにして操縦できるのでというわけで改造を開始する。使うのはこちらの、汎用多目的超小型 BLE リモコンロボットコアデバイス、通称 B コア。超小型でありながら、モーターやサーボ、LED を遠隔制御できる。これで左右のマシンの出力を操作することで自在に曲がれるはず。せっかくならスマートに組み込みたいので、単3電池形状のケースを作り、B コアを差し込む。電極やソケットを適宜配線すればユニット完成。B コアに過電流保護機能がついているけど、電流が小さい方が安心なので、モーターは低回転型に変更する。先ほどのユニットをシャーシに搭載。無加工でスマートに搭載できた。これにボディを装着すれば、連結 RC ミニ四駆、完成だ。バンパーが路面に当たらないように、連結角度を120度に変更した。動作確認いってみよう。まずはスマホ画面でテスト。次にこちらの PS4 のコントローラーをスマホとペアリング。L2 ボタンと R2 ボタンで操作ができるようになる。物理ボタンはタッチ画面より操縦がしやすいのだ。走らせてみる。おお。自由に曲がれるぞ。左右の回転差で曲がる方式は、小回りがつきやすいのが良いところ。2台連結はかなりネタ感が強いけど、ミニ四駆を無加工でラジコン化する一つの手段ではあるかもしれない。おまけ。アニメではありえない組み合わせ。ダブルトライダガー X で走らせてみる。ゴー。まずは旋回。ぐるぐる。次は8の字旋回。動きは同じだけど、見た目的にさっきよりさらに不思議な感じになった。次回は、高速でレーンチェンジを攻略する。高速でレーンチェンジを攻略したかった。どちらかの予定。